旋回性能もなかなかありますね。プリミティアプレイヤーエールです。今回は水上バイクを作ってみようと思います。以前にも作りましたが、新たな仕組みを搭載した実用的な乗り物にしたいので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。人力と電力のハイブリッド動力にしたいので、まずは人力を伝えるのに使う回し車を作ります。せっかくなので、おしゃれな半透明の補修材を材料に、小型の回し車を作ったら、その中に電力で動かして回すための両軸化したモーターを埋め込みました。そこからさらに補修材のかけらを使ったちょうどいいサイズの歯車を作って回し車の両サイドにくっつけます。この歯車で方向を反転して私の移動方向と水上バイクの移動方向を合わせるためですね。そして水上を走るための推進力にするために回し車と歯車のセットを2つ複製して、最初に作った回し車の両端に噛み合うようにくっつけましょう。この状態でモーターに電気を流してみると、よし、乱れてはいますが 90rpm くらいで回転してくれています。では今度は人力で動かせるように私が乗るための運転席とハンドルを取り付けて足の力だけで動かしてみましょう。ちゃんと回っています。地面に下ろして乗ってみると、よし、そこまで速くはありませんが人力だけでかなり自由に動くことができています。この時の速度を測ってみると、前進するときは秒速 2.7 メートル、後退するときは秒速 2.5 メートルほど出ていました。後退するときの方がモーターの充電の抵抗があるせいで遅くなるみたいです。ではこのまま海に向かっていって水上を走れるか試してみましょう。水上バイクですからね。海の中に入るとダメですね。沈んでしまいました。こうならないように浮きを追加しましょう。近いうちにクリエイティブモードが追加されて素材の調達が楽になりそうなので、ここは豪華に草ではなく草より丈夫で同じくらい軽い古代のケイロープラスチックを使いましょう。少しの追加では効果がなかったので、これくらい追加するとどうでしょうか。水に浮かべて乗ってみると、なんとか沈まずにゆっくり進んでくれています。でもまだ沈んでいる部分が多いので、横についている浮きを横方向に付け替えることで浮かぶ力をさらに強くしました。この方が進みやすくなっているみたいです。でも進む速度は秒速 0.5 メートルくらいとまだまだ遅いです。ここからバッテリーとスイッチを搭載して電力で動けるようにしていきましょう。3段階に切り替えられるロータリースイッチを搭載してオフ、充電モード、走行モードの3種類に切り替えられるようにしました。充電モードにして後ろ向きに走ることでバッテリーを充電することができます。でも発電量はかなり控えめなのであくまで緊急用のモードですね。これだけ充電速度が遅いと使う機会はなさそうです。バッテリーの数は4本だと物足りなかったので8本搭載して動かしてみましょう。私が止まっている状態だと 80rpm ほど。後ろに走るとほぼ回転数は変わらず、前に走るとモーターの回転を手助けして
130rpm くらいまで回っています。足の力でスピード調整ができる。ハイブリッドな仕組みができました。早速地面に置いて、どれくらい走れるか試してみます。最初は調子よく走りましたが、ある程度速度が上がると壊れてしまいます。やはり、歯車を使った乗り物を高速にすると、こうなる運命なんですね。でも今回は水上バイクなので、水上での実力を見てみましょう。水上なら壊れずに移動できています。でも、これだけのバッテリーを使っているのに、速度を測ると、人力の補助がない状態で、秒速 0.7 メートルほど、人力で補助すると、秒速 1.4 メートルほどと、かなり遅いです。もっと工夫すれば、もう少し早くできそうなので、改良していきましょう。水に直接接触する前後の車輪を外して、回し車のパーツの代わりに、古代の軽量プラスチックの板を放射状に貼り付けていきます。こうすれば、水をかき出す抵抗が強くなって、スピードアップしてくれるんじゃないでしょうか。片方に取り付け終わったら、そのパーツを設計図機能で複製して、前後両方とも交換しましょう。よし、貼り付け終わったので、このまま海に向かうと、浮力が足りず、浮かんでくれません。なので、外していた浮きを、再び取り付けましょう。もう一度乗ってみると、これなら問題なく、海の上を進めています。ここからスイッチを入れて、モーターの力を借りましょう。おっと、後ろのタイヤがぶっ壊れていますが、なかなかの速度で進んでくれています。この時の速度を測ってみると、私が動いていない状態で、秒速 2.3 メートル、私が走って補助すると、秒速4メートル、私が後ろ向きに走ると、秒速 1.7 メートルと、先ほどより速度がアップしてますし、私の走る状態によって、速度を3段階に変化させることもできました。浮かせで固定した状態だと、止まっている状態と逆回転状態は、ほぼ同じ回転数でしたが、水の抵抗があると、変わるみたいです。とりあえずこれで、水上バイクは完成ですね。水上用のバイクなので、陸上で電源を入れて、高速で走ろうとすると、すぐに壊れてしまいますが、陸上では人力だけで動いて、海の上では、電源を入れてハイブリッド能力で動くことで、なかなか実用的に使えるんじゃないでしょうか。貴重な素材である、補修材や古代の軽量プラスチックを、ふんだんに使用していますが、そのおかげで、黄色と白の卵っぽい高級感あふれる、おしゃれなカラーリングにもなっています。なんだか美味しそうですね。そして、カメラを固定して、方向転換するところを見てみると、展開性能もなかなかありますね。かなり軽量にできていて、全長も短いので、体にすぐ追従して、クイックに方向を変えてくれました。私の視点にして、速度を測ってみると、人力だけの状態でも、秒速1メートルくらい出るので、海上でバッテリーが切れても、なんとか進むことができるのが安心です。もちろん、電源をオンにして、モーターを動かせば、私が足でモーターをどう補助するかによって、3段階にスピードを変えることができるので、結構幅広い操縦ができる乗り物です。でも、地上で無茶な運転をすると、すぐに壊れるので気をつけましょう。それでは最後は、こちらの水上バイクに乗って、
行けるところまで行ってみましょう。海の上を最大速度で進めば、向こう岸まで行けるんじゃないでしょうか。そのまま進んで、向こう岸に着いた後、さらにしばらく進んだところで、バッテリーが切れました。そのまま人力で海岸まで進んで、無事に上陸です。それでは、たくさん水上バイクを走らせて、お腹も空いてきたので、スライムを捕まえてきて、燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも食べ頃になったので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた水上バイクさんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。